ですね。ここに特徴があると。この子は当てますね。そしたら、この子のエナジーの特徴はこれが取れるようになっていまして、おお、中が見える。ここにバッテリー2つ入るようになってるんですよ。ああ、本当だ。はい。ミルミルランド。どうも、広井ゆきです。カタリストリーナです。今日は関東キャンピングカー商談会に来てるんですが、はい、こちらモーツファクトリーさんのところにやってまいりました。はい、そして今回紹介していただく車、トリップミニを紹介していただきます。今回トリップミニを紹介していただくのは引き続き中澤さんです。よろしくお願いします。はい。前回は、660そうですね、660です。を、教えていただいたんですけど、今回は、トリップミニということで、こちらも軽キャンパーなんですが、ちょっとしたね、いろんな違いがあると思うので、いろいろ詳しく教えてください。はい、よろしくお願いします。ではまず外観からぐるっと言ってもよろしいでしょうか。外観の特徴としては、うちオリジナルのやっぱり100ワットのエアロソーラーということで、100ワットで100ワットのソーラーなんですけども、カバーをつけてスタイリッシュにしたっていうことですね。そうですね。はい。一見ソーラーとはわからない付け方をしていて、すごくスタイリッシュだと思います。はい。ああ、いいですね。ベースのお車は何になりますか？これはエブリーの、ジョインターボですね。ジョインターボ。はい。すごいタイヤのところもホイールがねかっこよく。ありがとうございます。で、ここにねモーツファクトリーさんのロゴと、トリップミニというロゴが一緒に入ってます。なんかかっこいいのついてますね。これオリジナルです。オリジナル。はい。そうなんですね。ここら辺がかっこよくなる。これバンパーを切ってカットして、カットしたままだとこの切り口がかっこ悪いので、こういうものをうちの方に製作しました。ああ、いいですね。そしてこの下はステンレスのスキットプレートといってグリルガードっていうんですかね。これを用意させていただきました。おお、すごいかっこいいフェイスになってますね。はい。反対側にもちゃんとロゴが貼っていて、でもこれはオプションですかね。そうですね。そうですよね。いろんなお好きなやつつけられますので。はい。わかりました。じゃあこんな感じで外部電源とかの取り入り口ね後ろにありましたね。はい。こちらが外部電源の取り入り口ですね。はい。充電がここからできるようになっています。じゃあ早速この車内の特徴も教えていただけますでしょうか。これはトリップミニエナジーという車で、電装系に特化した車なんですけども、特徴は右のキャビネット、この中に秘密じゃない、このが特徴なんですけども、ここに特徴があると。この子は当てますね。そしたら、この子のエナジーの特徴はこれが取れるようになっていまして、おお、中が見える。ここにバッテリー2つ入るようになってるんですよ。ああ、本当だ。バッテリー2ついけちゃいますね。そうですね。1個はどれぐらいの？1個は105あるんで、2つ入れれば210になりますので、でインバーターもあって、でここにもう100ワットの普通のコンセントが使えて、でここはこれ12ボルトですね。でこっちが USB で、じゃあ電気関係ここら辺で全部完結できますね。外部充電もブレーカーをここにつけてますんで、もうどこそこ開けてブレーカー上げるってもここでブレーカーが上がりますので、このコードで100ボルトつないでもらってここポンと上げてもらえればすぐ簡単にできるということですね。ありがとうございます。それがやっぱり最大のそうですね。で走行充電とソーラーからの給電ができるような。そうですね。その辺は標準になってますので、それがエナジーなので標準になってます。標準でもうついてきちゃうと嬉しいですね。じゃあそれからやっぱり今開けていただいて分かったんですけど、ここ収納のスペースになっているんですね。そうですね。なんか収納になってます。こっちもそうですか？こっちもそうです。広い。おお、広い。結構ね奥まで入れられるから、
圧もしっかり入りそうですね。おー。で、あとここが、はい、シンクに。そうですね。シンク。可愛らしいシンクが。可愛らしいシンクが入ってます。これは給排水タンクとかは下に。はい、そうですね。5リッターですけど。5リッターですけど、はい。なるほど。入ってるんですね。で、5リッターが入ってる。おお、あ、結構簡単に開くんですね。ここに入ってますね。あー、本当だ。このスリムな空間を生かして。ね、すごいスリムに、はい、なってる。でも5リッターでもねあると全然違いますし、でこうやって外でも使えるような感じに。外部シャワーとして使える。あそこにコンセントあるんですけど、あれは上のテレビつけた時の。すみません。はい。100ボルト家庭用のテレビがあそこにコンセントをさせるようになってますんで、裏から中から通せますんで。ああ、そうですね。上にこう前に出てこないんで出てこなくて、はい、そういう風に使うことができるんですね。テレビはオプションでついてくるような。テレビオプションですね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、あとこの上が収納になってるんですかね。お、ちゃんと。はい、大型にしてます。そうですね。しっかり、でもここだと全然寝てる時とかも邪魔にならないところでいいですね。あとここもテーブルとしてね両サイド使えるので、そういうところも便利かなと思います。はい、じゃあちょっと普通に今度走る時のモードっていうのもしていただくことできますか？みるみるランド。はい、お願いします。ベッドを置かしてもらって。はい。簡単に椅子を起こせるだけと。簡単にできましたね。そしたらこの片方だけをこういう状態にして乗車もできるってことですね。これも楽ですね。素晴らしい、いいな、いいな。この状態でレイナさんここ寝れますか？あ、逆の方がいいか。こっちを起こして、人が寝た時のどんな感じなのかっていう。こっちにいた方がいいのかもしれないですね。あ、じゃあそうですね。わかりました。じゃあそっちでお願いします。ちなみにこれは高さ調整ですか？そうです。フラットになるように高さ調整の下駄になってます。ありがとうございます。一人使用の場合は、こんな感じで一人使用で、はい、大丈夫ですよ。上げてください。椅子展開してもそこで寝れると。そうですね。入れてしまいます。しっかり。はい、はい、しっかりね余裕を持って寝れます。で、特にねこっちのこの裏まで今ね展開してくれてるので足も余裕です。すごい広く感じますね。で、あと座った時にちゃんとねこの高さがあるので、ここら辺は室内空間がしっかり取れてるなって思います。ここもやっぱりね車中泊する時には欲しいスペースだったのでとてもいいなって思いますね。はい。みるみるランド。今回はこのね車中泊できる、トリップミニだったんですけど、どんな方におすすめなのか教えてください。これは本当に車で道の駅の旅っていう形で長期旅行を楽しまれる方におすすめしたいです。なるほど。本当行った先で簡単にベッド展開できて、でご飯もささっと食べられて、そうですね。休めるって感じ。旅専用車っていうか、そういう形で、電力も充実してますんで、長旅も多分しっかり使えると思います。そうですね。はい、ということで今回もいろいろ詳しく教えていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。みるみるランド。はい、こちらはモッツファクトリーさんのトリップミニエナジーです。いざという時にも頼りになる骨太キャンパー。大型バッテリーやソーラーシステム、インバーターを標準装備したトリップミニエナジー。シリーズ名の通り、電装設備を充実させたエネルギーに特化した軽キャン。バッテリーは2台搭載可能なキャビネットにより 105A のツインバッテリーも可能ですと。楽しいレジャーも災害時などもいざという時に頼りになる骨太なキャンパーエナジーということなんですけども、こちらですね、ベース車両がスズキのエブリバンになってます。電装設備なんですけども、トリップミニエナジー最大の特徴は充実した電装設備。電力を容量アップしたいお客様におすすめのダブルバッテリーシステムを標準装備しましたと。
大型キャビネットにすることですっきり収納も実現。ソーラーパネルも標準装備しているので24時間冷蔵庫の使用も OK ですと。さらに電子レンジや液晶テレビのオプション追加も可能なので、より快適なキャンパーライフを楽しみいただけますよということですね。スイッチパネルなんですけども、ここですね。スイッチパネルは右側キャビネットのフロントへ集中させることにより操作性を向上。室内で過ごすときに使い勝手のいい高さや位置なども考え配置してますと。リアゲートを開けて外から操作するシーンも多いので、外からですね、手が届く範囲で、作業もスムーズにできますよということです。ソーラーパネルなんですけども、ソーラーは気になる電力の消費に貢献する頼りになる装備ですと。冷蔵庫を使いたい、エンジン停止中にテレビを見たい、エンジンを止めている間もサブバッテリーを充電したい、サブバッテリーの自然放電を防止したいなど、こういう時に役立ちますよと。扉付きの天井キャビネット、ワイドタイプということで、左右の上部には扉付きの天井キャビネットを装備。大型のワイドタイプなので出し入れもしやすく、食品などの収納にも便利ですと。キャビネットは左右の家具をパネルでつなぎ強度を高めるブリッジ構造を採用してますので、安心して使うことができますよということです。サイドラックなんですけども、右側上部にはサイドラックを装備。ここですね。出し入れしやすい機能性とシンプルで飽きのこないデザインが魅力的な多目的ラック。タオルなどの軽量なものを収納するスペースとして役立ちますよと。快適な旅をお楽しみいただくためにぜひご活用くださいと。サイドラックは左右の家具をパネルでつなぎ強度を高めるブリッジ構造を採用してますので、安心してご使用いただけますよということです。ベッドなんですけども、車中泊で快適にお過ごしいただくためのベッドマットは程よい弾力と硬さの硬質チップウレタンと薄手で柔らかな軟熱ウレタンをバランスよく組み合わせ、絶妙な寝心地に仕上げました。厚みも贅沢な 60mm のボリュームで体を優しく支えてくれます。カラーは家具との配色を考え、相性のいいライトグレーを採用。ベッド下は大型収納庫になっており、ビニール傘の長さまでの長物も収納可能ですよということですね。国内工場で専門の職人が車両ごとに採寸、縫製し丁寧に仕上げてますと。もうね、ベッド大人2人が余裕で寝れるサイズですね。で、長さが1850で、幅が狭いところで940、広いところで1260です。で、こうやってね、2列目シートを片側だけポンって上げることもできます。で、あとベッド下の収納庫もかなり広いので、こういう風にね、キャンプ道具を積んでおくこともできますと。で、この収納スペースなんですけど、幅が815で、長さが830で、高さが 155mm と、広いね、収納スペースになってます。シンクキャビネットなんですけども、伸縮式シャワーヘッドを採用したシンプルなデザインが美しいステンレス製のコンパクトシンク。シャワーヘッドを伸ばすと外部シャワーとしてもお使いいただけますよと。シンク下には5リットルの給排水タンクを収納。水の詰め替えなどタンクの出し入れがしやすい取り出し可能なセパレートタイプの扉で作業も楽々。ちょっと指先を洗いたい時やワンちゃんの足を洗いたい時などにも便利に使うことができますよと。室内照明なんですけども、天井中央のボードには自然光のように室内を照らしてくれるウォームホワイトカラーの LED ライトを採用。3段階で明るさの調整ができるタッチダウンライト、お好みの明るさに調整できますと。左右スライドドアの上部には LED の間接照明を装備。自然な光で室内を優しく照らしてくれます。この間接照明もね、雰囲気があっていいですね。室内照明は全て独立してオンオフの可能なスイッチ機能を装備してますと。ステンレスマルチロングバー、これですね、バー。左側のスライドドア上部にはステンレス製のロングバーを設置しましたと。ハンガーで洋服をかけておくのはもちろん、タオルを干したりいろいろな使い勝手のいいステンレスバーですと。バーを取り付けたボードには LED の間接照明も装備してますということです。で、標準装備一覧ということで、ここにですね、標準装備がいろいろと載っています。で、価格なんですけども、価格はですね、ベース車、グレードによって違ってきます。一番安いものだと216万4800円。で、高いものでも266万8600円と、手頃な価格でですね、購入することができます。
というわけでトリップミニエナジー気になるぞという方はこちらモッツファクトリーさんのページでじっくりとご覧ください。